こんにちは。行政書士社会見労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金としてのですね、以前も動画でご紹介はしておりますけれど、ローカル1万プロジェクトというのをご紹介をしていきたいと思います。こちら令和6年度版という形になります。こちらはですね、国が地方創生といった形で地方での創業を促進をしていくという形になっております。そしてですね、国、そして自治体が挙げて協力的に協力をしていくという形になっております。そして令和5年度からベースとしては変わらないんですけれど、新たにですね、加わった制度というのもありますので、後ほどご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、ローカル1万プロジェクトとはどういったものなのかについて、その概要だとか、要件、活用事例をご紹介をしていきたいと思います。そして令和6年度から新しく創設された制度ですけれど、ローカルスタートアップ支援制度というのがローカル1万プロジェクトの中にあります。こちらですね、この通常のローカル1万プロジェクトとですね、このローカルスタートアップ支援制度ですね、非常に分かりづらい、混乱をしやすいといった形になっております。このローカルスタートアップ支援制度に関しては、ローカル1万プロジェクトにはカテゴリーとしては入っているんですけれど、似て非なる制度といった形になりますので、そちらの方を解説をしていきます。そしてですね、このローカル1万プロジェクトのスタンダードの部分、交付金の部分ですね、それとあとは新しく作られましたローカルスタートアップ支援制度の支援の内容、補助金額の対比をしていきながら、最後に注意点とまとめという形になります。まずですね、ローカル1万プロジェクトに関しましては、正式名称は地域経済循環創造事業交付金という名前で、ここに交付金と書いてありますので、皆さんが一般的に知っているような小規模事業者持続化補助金だとか、ものづくり補助金といった補助金とは違います。この交付金というのは、国が地方自治体に出してあげるお金なので、直接的にこのお金を皆さんがいただくという形ではなく、この交付金を申請をするための主体としては、自治体がですね、書類を書いて国に申請をして交付金を請求をするという形になっているので、この地方で創業しようとして調べますと、ローカル1万プロジェクトが一番上に上がってくるんですけれど、基本的にはあまりここはですね、意識しないでいただいた方がですね、混乱しないかなというふうに、総務省の方が強力にPR しているもので、各地方自治体でのですね、創業関係の支援制度というのが下に上がってきてしまうので、先にこちらが目に入ってしまって、非常に混乱をするといった状況ではあります。そしてこのローカル1万プロジェクトに関しましては、産業界、学会、金融機関、行政機関との連携によって地域の資源と資金を活用して雇用吸収力の大きい地域密着型の事業の立ち上げを支援をしていくといった形になっておりまして、その土地の資源と資金を活用した地域に雇用を生み出す事業を後押しをしていくといったものになっております。そしてですね、どういった事業が該当するのかというと、地域の資源を活用する、そして、必須なのがですね、地域の金融機関からの融資を、受けなければいけないといったところが必須の事業、そして新規の事業の立ち上げである、そして地域課題の解決につながる事業、そして雇用の創出といったところがありますけれど、あと大きいのがですね、新規性である、モデル性が感じられる事業であるといったところはですね、非常に中小の方、これから事業を立ち上げようという方に関しましてはハードルが高いといった状況になっております。ただですね、このローカル1万プロジェクト、もう何年もやっているんですけど、少しずつこういった採択されて、事業に取り組んでいくといった状況が出てきております。では具体的にどういった内容について採択をされて進んでいるかというと、一応一例ではありますけれど、自治体からで長野県の小諸市といったところになりますけれど、長野県の小諸市のですね、空き店舗を活用していって飲食機能のある施設に整備をして事業を進めて雇用を創出するといった状況。そしてですね、この際にですね、金融機関からの融
融資が4000万ほどという形で、さらにですね、国費として出された交付金額は1360万円という形なので、もう5000万、1億といったレベルでの創業という形になるので、非常にこれはですね、素晴らしい交付金制度ではあるんですけれど、ちょっと簡単に考えたものをやってみようかなというレベルでは使い勝手が悪いといった状況になってきております。従いまして、こういったこの制度ですけれど、年間ですね、だいたい15件前後、20件いかないぐらいな形、全国でですね、そういった形で採用されているので、ちょっとハードルが高いといった状況ではあります。そういった中でですね、令和6年から作られたものがですね、ローカルスタートアップ支援制度といった形。こちらですね、ローカル一番プロジェクトのホームページ見ますと、その中にローカルスタートアップ支援制度というのがあるんですが、ローカルスタートアップについては一番プロジェクトのものなのかなと思うんですが、実際はですね、制度上は全く別の制度というふうに思っていただければいいかなというふうに思います。こちらはですね、ローカル1万プロジェクトに準ずる市町村の地方の単独事業に対する特別交付税措置という形になっている。そしてですね、すなわちそれは、地域単独事業に対する国の支援措置になりますので、各地域の方の自治体でそもそも予算を組んで支援事業を行っていないとダメという形になるので、地方での創業を検討している場合は、それぞれの自治体で、そういった支援制度があるのかどうかをですね、まずは確認することが必要と。先ほどのローカル1万プロジェクトの方はですね、もう国が、総務省がやっているものなので、地方自治体を通して国に申請する、どこでもやっているといった状況ではありますけれど、このローカルスタートアップの支援制度に関しましては、自治体の単独事業になりますので、それぞれちょっと毛色が変わってくるといった状況ではあります。そういった形で全国の都道府県の市区町村でやっているわけではないんですけれど、先ほどご紹介をしたローカル1万プロジェクトとの違いですけれど、こちらはですね、非常にちょっと小粒になってくる部分でですね、ローカル1万プロジェクトは通常扱わないような地域密着型のスタートアップも対象になるという形になるので、モデル性を問わないといった形が一つ大きいと。そして、ローカル1万プロジェクトはですね、基本的には設備投資といったところ、改修費だとか、そういったところ大きいものが多いんですけれど、こちらのローカルスタートアップ支援制度は、融資は必要なんですけれど、額は小さくても OK と。そしてですね、ソフトの経費ですね、広告宣伝や商品開発なども対象になる。先ほどのローカル1万プロジェクトの方はですね、このソフト経費は対象にならないといったところがあるので、ここが非常に大きな違いになるといったことになります。そして先ほどのですね、ローカル1万プロジェクトとこちらのローカルスタートアップ支援制度、少しですね、支援の内容、補助の金額について一覧で見ていきたいと思います。ちなみにですね、この国庫事業として行われているローカル1万プロジェクト、令和4年度の採択件数は15件という形になっております。そしてどちらもローカル1万プロジェクトの中には入っておりますけれど、一つは国庫補助事業として、一つは地方単独事業としてローカルスタートアップ支援として行われている。補助支援の上限ですけれど、こちらは2500万円から5000万円に対して、ローカルスタートアップの方は200万円から1500万円という形で非常に小粒になっていると。そして対象の経費ですけれど、ここが大きく違ってきて、どちらもですね、国庫も地方の方も施設整備ですね、あとは機械装置、備品関係、ハード系に関しては補助の対象になるんですが、さらにですね、地方単独事業の方のローカルスタートアップに関しては、広告宣伝費ですとか、商品開発費の方も対象になるというのがポイント。そして、要件ですけれど、先ほどご紹介をした、ローカル1万プロジェクトに関しましては、6要件等があるんですけれど、こちらを満たさなくても、満たさなければいけないという形になっておりますが、ローカルスタートアップ支援の方は、先ほどの6要件を満たさなくても OK で、自治体の審査ですとか、商工会議所の確認が取れれば OK という形。そして、どちらもですね、いわゆる融資は必要なんですけれど、ローカルスタートアップの方は、
銀行融資には必ずしも限らないという形で、クラウドファンディングですね、クラファンでも OK という形になっておりますので、非常にこちらの方はですね、使い勝手がいいかな、ただ自治体の方でやっていればという話になります。そして最後に注意点とまとめですけれど、やはりですね、地方には都市部とは異なる魅力が数多くありますので、地域の特性を生かしたビジネスでチャンスをつかもうとするローカルスタートアップが非常に高まっているといった状況です。そしてですね、地方での創業のメリットといえばですね、コストの削減がしやすいといったところ、また都市部より競合が少ない、また地域との連携が取りやすいといったメリットがある一方で、デメリットとしてはですね、やはりですね、市場の規模が都市部に比べて小さいと、また人材ですね、こちらが人材確保が都市部に比べて難しいと、やはりですね、人口の自然減というのが過去最高という形で、特にですね、東京への一極集中になってきているといった状況になっているので、東京以外の地方では人材の確保というのが非常に難しくなってきている状況ではありますけれど、こういったデメリットを超えるメリットを感じるのであれば、地方でのローカルスタートアップもありなのかなというふうに思っております。まずはですね、各自治体の窓口などで相談をして話をしてみることから始めてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。